んにちは、ダイヤル11のチェです。今日はドマゲテに新しくオープンしたレストランを紹介します。フィリピン・ビサヤ地方の地鶏料理を提供するレストラン。オーナーはこちら、日本人起業家の田尾慶太郎さんです。前回ご紹介した唐揚げ店に続き、今年5月この2号店をオープンさせました。2号店では1号店よりもメニューが大幅に増えています。まず看板メニューは1号店と同じく地鶏の唐揚げ。しっかり濃いめの味付けでご飯のおかずやお酒のおつまみにぴったりです。続いてこちらは地鶏のアドボ。アドボはお酢や醤油でマリネした肉を煮込んだもので、フィリピンでとてもポピュラーなお料理です。こちらではそのアドボを地鶏のお肉でいただけます。そしてこちらは地鶏のハランハラン。ビサヤ地方の郷土料理で地鶏の肉をココナッツミルクで煮込んでいます。ピリ辛のスープが最高に美味しい一品です。こちらもフィリピンの家庭料理で地鶏のティノーラ。レモングラスが効いた優しい味のスープで地鶏料理の定番です。そしてこちらはフィリピンの焼きそばパンシット。こちらにはなんと地鶏のレバーと砂肝が入っています。さらに香港のアドボ、日本でいうところの空心菜の炒め物も用意されています。強い火力で中華鍋を豪快に振って作られるお料理の数々。出来たて熱々をいただけるので、もう本当に美味しいです。このような地鶏をふんだんに使ったお料理を手頃な価格で提供しているレストランはドマゲテ周辺では私の知る限りほぼありません。口コミでも評判を呼び、フィリピン人のお客さんがたくさん訪れています。実は当初の計画では2店舗目はドマゲテではなくセブにオープンする予定だったそうです。地鶏って僕個人的にというか、ちょっと似てるのがジビエ料理みたいな、日本でいうとあんまりないじゃないですか。だから結構差別化はバッチリ効いてると。ただジビエ食べたい人ってどのぐらいいるのって言ったら10人のうち3人とか、そういう商材って都会で出した方がいいって言われるんですよ。飲食の教科書とか見ても母数が多いし差別化が効くんで、ドマゲテって10万人の都市だから、欲しい人が1店舗分で十分賄えるんじゃないかっていうふうに思ってたからセブですって言ってたんですけど、2店舗いけんじゃないかなって思ったっていうのが理由です。意外とその10万人規模の都市でも、もうちょっと需要がありそうだ、ありそうだなと。それくらいつまり1店舗目で手応えがあったってことですよね。そうですね。この場所はどうやって決めたんですか？バイクですね。くる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 って空いてるわみたいな。ここが6000ペソです。1店舗目いくらあったの？5000ペソ。ただね、交通量少ないんで普通にやってると多分難しいと思います。完全にやっぱこう Facebook で認知取ってって1回来てもらって、で口コミとか友達と来てもらうとか、なんかそういうのでリピートどんどん取っていくっていうにしないと難しいですね。あっちはテイクアウトだけだからそれでも多分大丈夫だったんですけど、こっちはダイニングが結構メインでなってくるはずなので、一品だとちょっと物足りないんじゃないかっていう。その辺も総合的に考えてメニュー増やした方がいいな、そうですね。デリバリーはもうちょっと力入れたいなとは思います。なんかこうデリバリーセットみたいな感じで、デリバリーの方がこう客単価が高いんですよ。だからデリバリーの方を増やしていく方が売り上げが伸びるそうだなっていうのは今のデータの見た感じあります。ただもっとちょっと分析しようと思ってます。大学生の時にフィリピンへ来たタオさんはネグロス島の美しい農村に魅了され、そこで暮らす人々の貧困支援のために生きることを決めました。2022年にたった一人で地鶏の養鶏事業を起業。
タオさんの事業では当初、農家に地鶏の卵を生産する仕組みを提供し、有精卵を買い取ることで農家に副収入をもたらし、有精卵から地鶏を育て食肉としてレストランに卸して利益を上げていました。しかし卸先との取引がなかなか安定せず、売り上げに常に不安を抱える状態に。そこで2023年初の自社店舗となる地鶏の唐揚げレストランをオープンさせました。地鶏を自社完結でさばけるようになり、売り上げも徐々に安定。そして今年5月、こちらの2号店のオープンに至りました。2店舗と養鶏場合わせて何人ぐらいスタッフさんがいらっしゃるの？土日月だけ働いてもらってる子が1人と、ホールタイムというかで働いてる人が3人、もう1人養鶏場に1人、あと今オンラインで入ってくれてる人がいて。どうやって見つけてるんですか？知り合いの時もあったし、 Facebook で集める時もあったし、今いるシェロちゃんはインスタグラムからの応募は結構いいなと思ってます。今 Facebook よりインスタの方がそうですね、なんかもう質がいい。 Facebook はこう無造無造がブワーってくるんで、まず来ないんですよ、時間通りに。その時点で採用できないんですよ。みたいな人が8割。1回採用したはいいものの、無断欠勤とかドタキャンみたいなのが続いて、ちょっと一緒に働けないとなったりとかですかね。今からちょっと紹介するマウェっていう人はもう本当にめっちゃ頼りになるんですよ。彼がもうマネジメント、買い出しも彼がやってくれるし、店の問題とかももうとりあえず任しておけば回るかみたいな。お店に関しては結構タオ君自身の手を離れた部分もあるんですか？もうほとんどそうですね。マウェヘッドハンティングされないからこんな話して。Because of you, my work is okay. My work is okay because of you also. Not strict? Being strict is okay because if you don't want to strict the workers, so they will not do their job well. We need also to become strict. Yes. In a good way. Yeah. こちらは日本から遠隔でサポートしている木崎さん。去年の10月にタオさんの下で1ヶ月インターンをしていました。今は、SNS のショート動画を出す業務に入っていて、タオさんとかが撮ってくれた動画を私が編集して1分間に収めてショート動画をアップロードしてます。日本に戻ってからもサポートをしたいって思われた理由とかってありますか？タオさんが強い気持ちを持ってやってるっていうのが1ヶ月で本当に伝わってきたので、2店舗目も出すっていう話があったので、本当にそれの手助けになればいいなと思って、遠隔でもできることはやりますよって言って、私の経験にもなるので本当に経験を積ませてもらってるっていう感じですね。人生の大きな経験ができたなっていうのがすごいあって、今までの自分の価値観とか考えがもう変わったので、国が違う人との考え方って全く違うと思ってたんですけど、例えば日本人とフィリピン人だったら恋愛とか授業とか、本当にそういう身近なことに関する捉え方とか考え方が違うかなと思ってたんですけど、現地の人と喋ってたら私と変わらない人間だみたいな、本当に同じこと考えてる人なんだなっていうのを感じて、同じ人間なのに生まれたところとか置かれた環境が違うだけで理不尽な状況に追い込まれるっていうのはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうのにすごい頭が変わったというか、同じ地球に住んでるんだなっていうのがすごい感じるようになりましたね。事業規模拡大のため資金調達にも取り組んできたタオさん。ビジネスコンテストに挑戦し、国連主催のソーシャルイノベーションチャレンジ日本大会では CVC 賞を受賞。マニラでの社会企業サミットに参加する機会を得ました。また誰でも少額から支援できるクラウドファンディングも実施しました。いや、おかげさまでありがとうございます。おかげさまで集まりました。目標金額達成しました。すごいですね。おめでとうございいやます。すごくないですよ。皆さんのおかげなんですよ。今ね、顧問ついてもらってて、飲食のなんかマーケティング会社の統括みたいなのやってて、全部経営数字見せてコンサルしてもらって、この数字足りないとか、ここ集めようとか。どうやって知り合ったんですか？日本人の方こう集まってきてくれてて、それで無償で見てくださったんです。ちょっといつかお返ししたいですけど、めちゃくちゃ参考になりますね。手探りでずっとやってきたし、本当助かってますね。人望があるんですね。人望でいい人に恵まれる。いや、ありがたいですね。謙虚だからきっと助けてくれるんですよ。リピーターのお客さんです。タオチキのマーケティング戦略みたいな
ワードにまとめて送ってくれる。普通にお客さんお客さんで、当時本当にもう全然お客さんいなくていいけど、やべやべって言ってたらなんか作ってくれて、私そういうの得意だからっつって。やっぱタオくんの人望じゃないですかね。営利企業じゃない。そうか、じゃあそこに気持ち的に賛同してくださって応援したい。そうです。応援してくれる人の輪がますます広がり、徐々に事業を成長させているタオさん。しかしもちろん課題もあります。起業当初からずっと抱え続けているのが鶏の飼育成績の問題です。このカーテンの裏があったかくて、あ、そうですそうです。じゃあここを自由に行き来できるようにした。37度とかで調節してあります。暑いと思ったらこっちに出てこれるようにしてあるんですね。はい、あったかい方には断熱シート貼ってあるんですね。あ、そうですね。湿度も大事で、バケツ置いてて、ここに水入れて、水をこう吸い上げて、3日間ぐらいで多分なくなります。風邪ひく個体が多いっていうのが一つと、もう一個は生育が遅いとか。生育が遅い。食わなくなっちゃって、うん、成長しないみたいな。水が1箇所しかないんで、この奥の方に。それだとちゃんと飲めてないのかなっていうのが。ボトル2個ずつここに置こうかなっていう。あと、餌がね、食わなくなるんですよ。乾いちゃって食べないんじゃないかっていう。アディショナルボトル、seguro usa botol Tayo no si they don't drink. Jadi siya inom. Tubig and the feed. Pokro. Ito mix ka na. Siguro na itoか。1キロあたり2700キロカロリー。それで計算で今までやってたんですけど、日本のね、地鶏とかだともっと高くマニュアルで設定してるんですよ。もっと高くしないといけないかもなっていうのはちょっと今考えてるっていう。餌代の原価は上がる？上がります。ただそれで今までは4キロ食って1キロになってたのが3キロ食って1キロになればその方が安い。1ケージだけ変えてみてみたいなことをして体重測ってみるみたいな作業を1回してやろうかなと思ってます。セメント化したいと思ってます。ウイルス対策で。ウイルス対策ですね。日本のマニュアルにやっぱ絶対セメントにしてくださいって書いてあって、山形の地鶏とか比内地鶏だとか、それぞれごとにもうめっちゃ細かくマニュアルしてあって、温度はこれぐらいにしてください、観察はこういう風にしてください。英語の文献で探してもそんなの全然ないんですよね。日本のが一番細かくと思いますね。僕の英語力不足かもしれないですけどね。やっぱ日本の地鶏もそうやって先人たちがいろんな試行錯誤して導き出してきたのかな。日本の基準に合わせるっていうのは一個やっていいかもしれない。これといったマニュアルがまだないからこそ難しいフィリピンの地鶏の飼育。試行錯誤の日々がまだしばらく続きそうです。タオくん自身の生活とかで変化したことはありますか？あ、彼女できた。彼女できましたいや、すいません、ちょっと全国のタオファンの皆様、全国のフィリピン仲がっかりし、どうやって見つけられたんですか？ Tinder です。なんかやっぱこうロジックで考えてもダメですよ。前は結構ロジック派でしたよね。そう、ロジック派で、こういう人はダメ、こういう条件みたいな感じで探してましたけど、そういう条件の外からやってくるんですね、いい出会いっていうのは。テナントの他のオーナーさんたちとは関係良好なんですか？いいですね。そう、裏美容室なんですけど、そこで髪切ってもらって、オーナーさんはここで昼ご飯とか食べてもらって。なんかフィリピンの現地の人との付き合いがすごい上手だよね自分ではそんな思わない？思わないですね。もっと優しくできたらいいのにって思ってます。タオくんが怒っちゃうってこと？怒っちゃいますね。でもやっぱ時には彼もおっしゃってたけど、怒ることも大事なんですよねきっと。ちょうどいい塩梅が大事かもしれないですね。だからそういう話がやっぱ通じるフィリピン人の人とやっぱ通じないフィリピン人いるんですよ。でもやっぱ彼女いるのめっちゃいいかもしれない。それはやっぱりフィリピンの人の価値観とか考え方みたいなのが彼女を通して教われるってこと？彼女はフィリピン人のなんかこう雑なところにずっと頭を抱えてるタイプなんですよ。どっちかっていうとこの事象は仕方ない、でもこの事象は一線超えてるアウトみたいなのはフィリピン人のちゃんとした基準みたいなのを教えてくれるっていうのは僕の方が異端児じゃないですか。こっちではね、時間守るのが当たり前じゃない社会の中にいるから、だから逆に時間を守れって言ってるやつの方がおかしいんですよ、ここだと。自分の方が異端児っていうことを自覚した上でコミュニケーションするっていう、そういう意識があるかもしれない。支援先の村でもコミュニケーションに少し変化がありました。村で農場を経営しているアナローさん。
村側の事情を集約したり、タオさんと村民の仲介役を担ってくれているそうです。僕もね、記事やっててね、しんどい時やってる。コミュニケーションが。金くれみたいな。いやみたいな。そういう連絡をもう集約しようっていう風にしてて。本当にやばいって分かるじゃないですか。じゃあそこの判断がつきやすくなるっていうか。そうです。僕最初結構やっぱビサヤ語とかも話せるし、ちょっとだけ全部いけるだろうって思って、やっぱ間に入る人大事だなっていうのはめっちゃ思いますね。でも人材育成に問題があるのか、仕組みに問題があるのか、そもそもその人に問題があるのかって分かんないんですよ、フィリピンでやってると。それがね、結構僕今までは人材育成か仕組みってずっと思ってたっていう感じで、それをずっとやってたんですけど、変わらない人は変わらない、そこを間に立つフィリピン人の人が判断してくれるというか、そうですね、そのフィリピンの中での基準が、日本人はわからないけど、そうですね、間に立つ人が教えてくれるってことね。最初は本当にさ、なんか一人で頑張ってる感が強かったけど、いろんな人がいつの間にか関わってるよね。ありがたい限りですね。いやでもそれは本当やっぱ何度も言うけど、タオ君の人望あってこそですよね、きっと。どんなに助けてくれても嫌なやつだったらやっぱりついてこないと思うし。あれ、大きくなった。はーい。最初の動画では赤ちゃんだったね。確かに。息子か、高校卒業したんですけど、結構すごいことだと思うんですよね。彼女は努力あってですね、彼女はやっぱもうずっと成績もトップで、だからうちから支払う金額が一番多い。子供ちゃんと学校卒業できた。嬉しいっすね、なんかね、今振り返ると。飼育成績が安定して、このまま2店舗の売り上げが順調に成長していけば、いよいよ支援先の農家の数を増やすフェーズに入れるそうです。6の倍数で増やしていくのは多分決定してて、それを6になるのか12になるのか、こうやれば売れる、こうやれば利益出る、こうやれば育てる、こうやったら育つがちょっとまだあれなんですけど、そこが固まればそこにお金使っても返ってくるはずなんで、そういうことができるようになってくるんじゃないかと思ってます。早くやらないとですね。そういうのはでもなんかこうやって長く関わっているからこそ、その村の人たちの学校を卒業できたなとか、取り組みが役に立ってるのが目に見えるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。自分のおかげだとは思ってないんですけど、頑張ればお金が入る仕組みは作りました。でもタオさんは支援先の農村や養鶏場を訪問できるスタディツアーも実施されています。タオチキで、僕はこうなんか自分のやりたいことのために生きるみたいなことをひいひい言いながらやってるわけなんですけど、それを見てもらったりとか、フィリピンでちょっと別の暮らしやってる人たちを見ることによって、人生で一番大事なものってなんだろうってこう向き合うきっかけとかになってくれると、僕らもやってる価値あるかなと思います。どうやって連絡すればいいですか？ツイッターに連絡お願いします。あとインスタもね、スタツア専用のインスタアカウントあるので、こちらクリックお願いします。出しておきます。ありがとうございます。フィリピンへお越しの際はぜひネグロス島へタオさんの取り組みを実際に見にいらしてください。